もうご存知ですよね。私は電話相談でも実際のご相談でも皆さんからご質問を受けますとね、頭で答えてるんじゃないんですね。命のことを言ってます。命の知と慈しみのご祭ですね。生き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 した私たちみんなのこれからの体験を作る働きに聞いてるんですよね。いろんな聞き方があるけれども、皆さんにやっていただけるとしたら一番簡単なのは振り子なんですね。もうあっさり言うと45年振り子振ってます。この話はしましたね。で、例えばこういうことがありますね。お子さんが新しい赤ちゃんが、新しいって赤ちゃん新しいよね。赤ちゃんのいろんな問題があるとしますね。ギャーと泣いている。慣れるとね、赤ちゃんがなぜ泣いてるかわかるんですけども、慣れない時、私もね、子育て兄弟8人のトップですからね、いろんなことを体験しましたよ。でもあの私自身は自分の子供の子育て、私は60で結婚して62の男の子育てましたんでね、今85歳です。ですから押して知るべしですね。もう振り子振ってましたんでね、例えば赤ちゃんがギャーと泣いた、もちろん分かったらそれでいいんですよ。お腹減ったんだね、寒いかな、あるいは表出たいのかな、あるいは排泄、うんちをしたいのかな、おしっこしたいのかな、あるいはお母さんに抱っこされたいのかな、これも全部大体慣れると分かるんですね。それで実際に皆さんのお役に立ってます。ただもう一つ確実にお役に立つ方法が、振り子で聞いてしまう、意識に聞いてしまうというやり方あるんですね。これも簡単なんです。赤ちゃんが泣いてるね、今私が申し上げた項目 10ぐらい書いとくわけですよ。縦書きにしとくわけですね。それからおぎゃーと泣いてね、分かんなかったら、なぜ泣いてんのか分かんなかったら、そのチャートを自分が10ぐらい縦書きにしたのを書いといて、下から振っていけばいいんですね。そうすると今は何も書いてないから、中心にしか振り子いかないんですね。どこやっても振り子中心に行くんです。ところが目的をはっきりさせといて、項目別に書いて、それをちゃんと左手で指をさして、この項目について聞いてるんですよ、今赤ちゃんが泣いてんのなーにと、こういうことでこう振ってきますとね、今何も書いてないから真ん中しか振り子いかないんですけどね、すぐ出てくるのね。例えば暑い、これ今季節がね、夏に向かってますね。暑い、ムシムシするというのがこう出てくるんです。そういう項目入れとけば。それからさらに排泄物ね、例えばうんちがしたいというのをね書いとけばね、こう出てくるんですよ。それで私は自分の子育てしました。さらに言うと、皆さんが赤ちゃんについて、小さいお子さんについて、大きくてもそうですね、お子さんについて困ったことを、私はお会いしたことないお母さんお父さんのお会いしたことない子供のことを簡単に見ることができるんですね。今こうしたらいいですよ。これが私が世界中の人たちの心身を健康にしている毎日の私のお役に立つ仕事ですね。嬉しいですね。皆さんもできるんですよ。振り子習うのに3時間かかります。あとはどのくらいやったかですね、体験したかという意味。さらに言うと、最終的に私の振り子の仕方は私がやってることしか教えられません。皆さんが私から習ったら、意識命は次から次次から次へとアイデアを出してくれるので、皆さんは自分の方法で振り子振ればいいんですね。これも人生の面白い側面です。
選択するかどうか、体験するかどうか、これは皆さんご自分で決めてください。人生は自分の選択とその体験です。で、意識に聞くということが分かってしまうと、意識ってすごい情報を次から次々から次へと与えてくれます。面白いですよ。